モカプラです。前回はアスカの髪の毛をグラデーション塗装しましたね。今回はアスカの足を HP4 レースにまたがれるよう改造していきたいと思います。このアスカはフィギュアを元にプラモ化されているので、稼働しない固定モデルなんですよね。ポージングに自由が利かない代わりに各関節は自然なつながりとなっています。HP4 レースのバイクキットとブレンドして一つの作品にしようと考えていますが、ただ横に立たせるだけだとつまらないので、足の角度だけでもまたがる形に改造していきたいと思います。ちなみに以前バイクを台座にスタンドなしで固定する改造を行いましたが、よくよく考えてみると MotoGP のスタート前でかつメットかぶっていない時って、スタンド使ってるんですよね。ということで改造はしたんですが、センタースタンドは使う方向に変更しました。さてまずは左足の角度を変更していきます。元のすだちの状態は内股気味なので、バイクの外に足が逃げるよう根元の角度を変更していきたいと思います。こういう関節を新しく作る場合はエポパテの出番でしょう。関節の角度を変えつつ元のパーツにも形がぴったり合うように造形できるので、私の中では他に選択肢がない状態です。くっつけたくないボディパーツ側には離型剤としてワセリンを塗っておきます。一応タミヤの速乾タイプを使っていますが、それでもね、完全交換には6時間ほどかかりますね。すぐに加工できないのが歯がゆいですが、この作業はね、さすがに瞬間カラーパテとかでは難しいですからね。左足のパテがだいたい形決まったので乾燥させていきましょう。1日ほど乾燥させてからワセリンを落とします。ベトベトして作業にならないのでね、ペーパーをお湯につけたものでこすって落とします。次は成形ですね。デザインナイフや番手の低いヤスリでゴリゴリ削って成形していきましょう。パテ造形のコツとしては、一回り大きめに作っておいて削る作業で理想の形に近づけていくのが仕上がりも綺麗でおすすめです。と言いながらも、このパテ作業ね、何回もやり直してます。角度がいまいちだったり、削ってるうちに変な隙間が発生したりで、ひたすらパテ作業が続きました。元の形にさらにパテを持って削って修正を繰り返しながら、細かいところは瞬着も使いつつ納得いくまで形を作っていきます。大まかに形ができたら固定するためにアルミ線を差し込みます。穴をドリルで開けて適当な長さでカット。結構サイズも大きいし、しっかり固定したいので 3mm のアルミ線で固定しています。割と強度も出しつつ、ある程度ペンチで曲げられるので多少の融通も効きますね。ちなみに成型色を生かしてわざわざランナーパテで合わせ目を消してますが、さすがにね、パテとかを使うと塗装せざるを得ないので、足に関してはあまり意味がなかったです。左足はある程度目処がついたので右足の改造に移ります。付け根の角度変更に関しては左足と同様にパテで形を取りつつ足の角度を変えていきます。同じように硬化を待って削って形を整えます。さあ右膝の改造ですね。角度を変えてバイクのステップに足が乗るよう改造していきたいと思います。最初は膝をノッコかなんかで切り離してパテで適当に形を作ろうと思っていましたが、たまたまね Amazon のセールでこのヒートガンというのをね見つけちゃったんですよね。ヒートガンの熱で柔らかくして折り曲げた方が自然で手っ取り早く改造できるんじゃないかと、またやったこともない方法で思いついてしまいました。思いついたらつい試したくなっちゃうのがモデラーの心理なので、とはいえね、ぶっつけ本番というわけにもいかないので、しっかり実験しましょう。定番のランナーでお試しですね。まずはシンプルに1本だけ曲げてみます。ヒートガンの火力は2段階あるうちの弱い方を使っています。割とあっという間に柔らかくなったので、折り曲げていきます。簡単に曲がりましたね。
プラモを熱で加工するのは今まであんまりやったことなかったんですけど、思ったよりは扱いやすそうですね。プラ素材の変色とかもなく綺麗に曲がってくれました。次はランナーを5本ほど接着して円柱状にしたもので試してみます。ちょっと見た目気持ち悪いですけど、これも曲げてみましょう。アスカの足はここまで厚みないので、これが曲がればアスカの足も基本的には曲がるはずです。長く温める必要ありましたが、この厚みでも割とあっさり曲がってくれましたね。これはがぜんいけそうだという雰囲気になってきました。ということで本番でもやってみましょう。熱で曲げるにあたってももとすねのパーツはなるべく一体化しておいてほしいので、しっかりと接着します。問題は実験したランナーと違ってアスカの足の内部はね、一定の厚さではないんですよね。回しながら全体を温めようとしているんですけど、なかなかプラが柔らかくならないですね。もしかしたらテストの時に使っていたアタッチメントが思った以上にいい効果を発揮していたのかもしれません。アスカの足パーツが大きいのでちょっと作業しづらいなと思って外したんですよね。ようやく徐々に柔らかくなってきましたが、合わせ目消したところとか、接着したところに熱の影響が出始めていますね。気にせずぐぐっと曲げていきます。なんとか膝の角度は曲げることができました。ランナーほどすんなりとはいかないですけど、曲がった後の造形はなかなか自然な形を保てていますね。ランナーパテで消した合わせ目の部分にも多少影響が出てしまいましたね。崩れてしまった部分は後ほど瞬着で直すとして、一応改造としては成功じゃないでしょうか。膝を一回切って曲げてパテで造形するよりは、確実に早く自然な形に改造できたと思います。膝の角度変更で付け根のパテもちょっと気になる部分が出てきたので修正します。で左足の付け根もね、角度が合ってなかったので再度修正って感じで、年末年始はね、ひたすらパテの切削作業ばかりやってましたが、ようやくなんとか形になってきましたね。あとは表面をもっと綺麗にしてから塗装ですね。まずは下地から。成型色やら、エポパテ、瞬間カラーパテとかでね、色がまちまちなので、グレーサフで統一してから塗装に入りましょう。下地で塗装すると見えなかった凹凸やパテの気泡が出てくるので、またここから表面を整える戦いが発生しました。この気泡の対処もね、かなり時間食いましたね。気泡を見つけたら、リューターで削ってね、まずは穴を拡張します。拡張しないでそのまま埋めようとすると、ヤスリがけで瞬着が取れることがあるので、瞬着の接着力を上げるためにも穴の拡張は必須です。そして新たな気泡が発生しないようにね、少しずつ瞬着を入れては硬化スプレーで固めて、徐々に表面以上に盛り上げていきます。そこからデザインナイフやヤスリで削って表面を均一にして完了です。これでサフってみるとまた穴が発生していることが結構あったんですよね。アスカのプラパーツの内側が空洞になっているので、おそらく瞬着硬化スプレーで急激に硬化させて引ける過程で、薄い部分とかね、中の空洞に持っていかれてる気がするんですよね。その結果気泡が再度出現しているのではなかろうかと。これに気づくのに時間がかかってひたすらね、気泡と戦っていました。ひたすら繰り返した修正作業によりようやく形が妥協点に到達したので、アスカの足を塗装していきましょう。今回赤のパーツは基本成型色で仕上げようと思っているので、調色して足のパーツはね、成型色の色を再現する形で塗装しようと思います。エバレットをベースとして成型色をよく観察しながら色を足していきます。少しオレンジ寄りに見えるのでエバオレンジを 15% ほど追加。さらに発色を落とすために EX ホワイトを 5% ほど追加してみました。一応テストピースでテストした後、実際に塗装していきます。おおむねこんなもんでしょう。なるべく仕上げはウェットになるようにしっかり塗料をのせて光沢が出るようにします。
まあね、足はね、基本赤一色なので気兼ねなく改造できたのは良かったですね。斜めに走るパイプラインはもうオレンジという説もあるんですけど、それだとね、上半身のパイプラインが赤なのは若干違和感がありますね。どうもここはね、フィギュアによってもなんか解釈が違っていそうなんですよね。気が向いたら塗り分けするくらいの気持ちでいようと思います。ダイノートさんのね、こういう作品専用の塗料を作ってくれるところ、遊び心があってね、とっても好きですね。エヴァシリーズはね、暖色系の発色がとても綺麗でおすすめの塗料です。HP4 レースの方もカウルはこのエヴァカラーシリーズを使って塗装していこうと考えています。塗装が終わって組み上げたのがこちらですね。アスカにはあまり時間をかけたくないとか言いながら結局まあまあな時間がかかってしまいました。バイクにまたがることでアスカのドヤ感が一層キレを増しましたね。いい感じじゃないでしょうか。トップコートはね、ちょっと悩んでますね。原作ではこのテストパイロット用プラグスーツは光沢っぽいんですけど、MotoGP のつなぎはね、基本半光沢なんですよね。バイクは光沢でピカピカに仕上げようと思っているので、その対比でね、スーツは半光沢でもいいかもなと悩んでいるので、一旦今は保留にしておきます。これでアスカとバイクのフィッティングも終わったので、ようやく HP4 レースの制作にも着手できそうですね。まずはカウルのカラーリングを決める必要がありますね。あまり複雑な塗り分けは作らず、エヴァっぽい雰囲気を出せたらいいなと思ってます。それではまた次回お会いしましょう。オカプラでした。